か聞こえるだろう遥かな轟き闇の中心揺さぶる目覚め始まる大地割りそそり立つ姿正義の証か伝説の巨人の力銀が切り裂く雄たけびが電光石火の一撃を呼ぶ震えるな瞳凝らせよ復活の時人よ命よ始まりを見るスペースランナウェイイデオンイデオンスペースランナウェイイデオンイデオン皆さんお食事ですよ。ああ、そこに置いといてください。もうすぐ終わりますから。ええ。どうしました？いいえ、何でも。まさかいくらなんでも早すぎるわ。ジョリバさん、イデオンのゲージが。どうしたんだ？わからん。いきなりパワーが。イデオンのゲージが。空間でも加速が続くのか？ジョリバ、何が起こったんだ？なぜ力まで吸収しきれないほどの加速がかかった？そんなことわかるかよ。イデの流れはチェックできるんだろう。イデの流れは機関室で集中している。イデ何かしようとしているのか？冗談じゃないわよ。これは私たちの船よ。イデなんかに。しかし力はイデの方が上だ。停止した。なぜだ？カララさん、怪我は？ありがとう。大丈夫。消えた。カララとジョリバが消えた。ジョリバ！カララ！消えただと？バカな。よく探したのか？探すとかそんなんじゃなくて、目の前で光と一緒に消えちまったんだよ。そんなことがあるわけないだろう。とにかくもう一度探してみろ。しかしまさか敵の攻撃じゃないんだろうね。もしもバフクランがマイクロディスドライブでも開発していたら。俺たちは終わりだぞ。船の中に核爆弾でも放り込まれてみろ。そのシップは持っても俺たちは助かりっこない。およしなさいよ。もう何をしてもイデの手のひらで踊ってるだけなのよ。私たちのやってることってね。なんだ？何事だ？バイラル人の周りに時空人、原因不明の時空人発生。
間と空間が歪んでいるというのか。ここはなんだ。何者だお前たち。こんなところで何をしている。手を挙げて。ジョイバさん逃げて。侵入者発見。第205番地区方面に逃走。第205番地区方面に逃走。追跡を頼む。第205番地区方面に逃走。追跡を頼む。こちらへ。こっちだ。一体どうしてこんなことになっちまったんだ。わかりません。でもここがバッフクランの船だということだけは事実です。イデは仕組んだのか。でしょうね。カララ、さあ。よし、そこまでだ。カララ様。カララ、娘のカララか。そのようなことがあるものか。いえ、お言葉ですが、現にドバ総司令見たまえ。これは確かにカララ嬢ちゃんだよ。多少女らしくなってはいるがな。カララね。付近に敵の気配はありません。全く。しかしこの船大きいな。ええ、これは噂されていた巨大戦艦だと思います。父が乗っているかもしれません。となれば父と会って。しかしこんな状態で。カララ様、ここまでです。電源は切らせていただきました。手を挙げて。父上。聞こえたか。ああ、カララの声だな。そうだな。ベス、あれ。カララ、ジョリバムだ。蜃気楼なのか。いや、イデだ。イデの力が我々にこんな映像を見させているんだ。どうやって入った。イデの導きによって。イデだと。イデか。何のために。使者として。イデの使者というのか。はい。イデがそのような考えを示したというのか。はい。話の内容によっては宇宙に放り出す。いいな。あんたそれでも親か。自分の娘を。ジョリバさん、ここは私に。娘一人のおかげで何千もの兵が死んでいるんだ。今さらバフクラン語をよく覚えたな。言葉を覚えた。俺は。これもイデの仕業か。なんとかなりそうか。イデの流れに不定形な部分があるんだ。その波の終着点を突き止めればひょっとしてポイントが。頼むぞカララ。ベス。あ、イデか。父上。いえ、ドバ総司令。もうあなたにも分かっているはずです。戦いがイデの力を増大させていることを。そちらの地球にも流星の落下が増えているのではありませんか。その流星もお前の乗る宇宙船が発生させている節もある。ならばソロシップと巨人は抹殺せねばならん。イデは自分を守る力を備え始めたのですよ。コントロールも不可能になっているのです。だからといって放ってはおけぬ。異星人どもがイデの力を持って我らの緑なす地球を襲わないと誰が保証するか。私が命に変えても。バカなことを。裏切り者の命などクズ同然。何の保証になるのだ。ロゴダウの異星人といってもバフクランと全く同じです。必ず理解し合えます。その証拠に私のお腹の中で新しい命が育っているのです。何。こう見守ったというのか。カララ。
ドバ結果が出た。意外と近いぞ。よし、救出に向かう。せめてもの親子の情けだ。人思いで殺してやる。動くな。実の父親が子供を殺そうというのか。鉢負けの名誉のためだ。私は新しい命のためになら父親殺しの汚名もかぶりましょう。カララ、この距離ならこの小型レーザー発信機で間違いなく父上の心臓は射抜けます。わしを撃つのはいいが、兵どもに射殺させる。お好きに父上。その代わり私たちをここに飛んでこさせたイデの力は、私たちに何かあった瞬間に何千人もの兵を送り込みます。ここはすでに見張られているのです。イデの力はコントロールできぬと言ったはずだ。はい、力を弱めるためのコントロールができないのです。より強力な使い方なら。ロバ総司令、カララ嬢ちゃんが脅しを言ってるとは思えん。しかし軍は引けん。あの二人は現にここにいるのだ。しかし私は認めん。カララめ、全艦の内外に警戒態勢を敷け。どこから異星人が現れるかわからん。そしてカララを見つけ次第殺せ。イデオン大丈夫ですか。ああ、しかし作業用の剣電ミニコンがこんなとこで役に立つとはな。重機動メカの格納庫。それで脱出しよう。ええ。どうした？いたのか？我がバイラル人の周りにわずかな重力心が起こっているんだ。原因を探れ。はっ。まだカララは捕まらんのか？総司令、大丈夫だろうな、このバイラル人なら。さてね。総司令。出た！異星人の船だ！正面か！ロゴダウの異星人め！あ、出た！真正面にブレーキングだ！このままだ！このまま突っ込め！ロゴダウの異星人め！特攻をかけるというのか？これで他の艦からの攻撃はやりにくくなる。対艦船用意！ソロシップが来てくれた。ジョリバさん、すまない。来てくれた。ソロシップが来てくれた。夢じゃないんだな。行きますよ。いたぞ！飛びます。右だ！了解。アディゴ隊が来る。イデオンガンをソロシップベス、イデオンガンを発射できないのか？ベス、
どうしたんだ？あのモニターの中なんだろうな。内乱かな。拡大する。妙だ。バフクラン同士で追いかけっこか。カララだ。ベシ、どこに行く？本当だ。あそこか。ソロシップからカララさん、これで脱出しましょう。ええ。こいつら強くなったな、あなたは。ええ、行きましょう。カララたちが脱出した。その尻尾を引き離せ。イデオンを呼び戻してカララの援護をさせろ。了解。あれか。あれにカララとジョリバが。援護しろったってこれじゃ。コスモ、捕まえちゃえ。イデオンの手で捕まえてバリアの中に取り込んじゃうんだ。それしかなさそうだな。よし、掴むぞ。カララ、カララ、ジョリバ。うわー、なぜだ。なぜ殺す。なぜ戦う。なぜそっとしておけないんだ。なぜカララさんを殺した。カララさんの理想主義がイデオンを抑える鍵だったかもしれないんだ。なんだこれは。これは異星人の声だ。異星人の言葉が聞こえるのか。確かにロゴダウの異星人の声。イデの力が解放したらどうなるか誰も分かっていないんだぞ。貴様たちが責任を取ってくれるのか。貴様たちが。カララ、ルーだ。ルーはどこにいるんだ。ハタイ。ロッタたちと船の中央にいる。その証拠にイデオンのゲージは正常だ。よし、脱出するぞ。逆噴射用意。了解。カララは本当に死んだのか。異星人め、なろうことならなんで戦うものか。使う必要のない戦船など作りはせん。バフクランの民のためには大抵からお預かりしたこの大艦隊全てをつぎ込もうと殲滅せずに置くものか。コスモ、帰るわよ。ソロシップに帰って。了解。ミサイルも少なくなった。あの光の中。カララ。脱出しましょう、コスモ。了解、カララ。カララとジョリバを救出した。何？カララとジョリバを救出したんだ。コスモ、今なんて言ったんだ。カララとジョリバを救出したんだ。助け出したのか。生きてるのか。カララは。カララは怪我もしていない。助けたんだ。そうか。ジョリバも無事なんだな。大怪我をしているけど。よし、イデオン着艦次第ゲストライブをかける。ジョリバ、大丈夫ですか。ああ、なんとか。しかしまずったな。何を。こんないい人ならベスより先に口説くんだったよ、君を。ありがとう、ジョリバ。
んで追跡しろ。宇宙の果ての果てまで追いかけてでもロゴダウの異星人の船を叩け。その瞬間であった。イデの発動が起こったのはなんだ、何が起こったんだ。みんなイデが仕組んだのよ。イデが発動したのよ。みんな滅んでしまえばいいんだわ。そう、カララとドバの対面こそイデが与えた最後のチャンスだったのだ。それを人々はお互いに拒否した。そのためにイデはその無限力を解放していったのだ。その力が新たに生まれつつあるカララの赤ちゃんがきっかけとなっていたことは事実である。そして地球もバフクランの人々も因果地平、すなわち宇宙の果てへ試算したのかもしれなかった。